下諏訪を出て上諏訪に向かっています。終点上諏訪です。お出口は左側。上諏訪駅です。今夜お世話になる上諏訪ステーションホテルさんです。片倉館前にいます。行ってみようと思います。こちらは元は100年ほど前に製紙業者の片岡家が福祉施設として建設した温泉浴場らしいです。建築は日本統治時代の台湾で活躍した森山松之助さんによるものです。最近テルマエロ前のアニメをアメリカで見ています。中を見てみたいけどまだ開いてないようです。諏訪湖にやってきました。モニュメント広場の前にいます。諏訪湖の中にある初島です。花火大会の花火打ち上げ台として1954年に作られた人工島です。鳥居が見えますが、竹見中田の神を祀る初島神社です。曇っています。土曜日ですが、散歩されている方は少ないです。諏訪湖遊覧船を過ぎ、そのまま北上していくと、湖畔公園足湯にたどり着きました。ラッキーです。結構広々としています。しかも私しかいません。連日歩いています。実は足は毎日痛いんです。暑い。でも慣れるしかないですね。すっかり贅沢をしている気分になってしまいました。こんなことでいいんでしょうか。背徳の気分です。誰かがやってくる前に逃げないと。タオルがないので風で乾かそうとしています。こういう行儀の悪いことも一人だからできます。さあまた歩かないといけません。竹屋味噌の会館にやってきました。見事な大窯です。1トンあるそうです。2階へ上がります。竹屋味噌の創業は1872年。2階は展示場のような感じになっています。無料です。その横に売店があります。お味噌はいろいろ味見をさせてもらいましたが、どれも美味しかったです。私は野菜スティックと食べるためにひしほ味噌を購入します。これは味噌アイスクリーム。とても美味しかったです。日本ほど美味しいものがたくさん作れる国って世界中のどこにもないんではないでしょうか。発想力が素晴らしいと思います。工場の年季の入った建物の感じがたまらなく好きです。バスに乗ろうと思いましたがタイミングが合わず歩いていくことにしました。
雨が降ってきました。ゲタスケート発祥の地とあります。諏訪湖博物館前です。国道20号線の脇を歩いています。Google の決めてくれたルートに沿って歩いてきたらこうなりました。というか、旧甲州街道も方向は同じなのに、そっちを選んでいなかった私の責任です。結構なスピードで車は走っていきます。それでもこんなことをしているのは私だけじゃないようで、逆方向に歩いてくる歩きタバコの中年男性とすれ違いました。やっと大丈夫そうな路側帯が死なずに済みました。結構歩いてます。諏訪湖を離れてからもう20分も経ちます。今、旧甲州街道に入りました。初めからこのルートを選ぶべきでした。蔵ですよね。かっこいい。こちらも蔵です。こちらは承知川にかかっていた板橋らしいです。諏訪大社の下社、秋宮にやってきました。全国各地にある約2万5,000社の諏訪神社の総本社であり、国内にある最も古い神社の一つです。長寿社です。新京と鳥居です。根入りの杉です。枝が垂れ下がっていて眠っているように見えるので、こう呼ばれるようになったらしいです。樹齢は600から700年。神楽殿です。天覧の白松と呼ばれる三つ葉の松です。大正8年にソウルにお住まいだった諏訪出身の方から贈られたそうです。かなり高い木でした。その後ろは平拝殿です。立派なさざれ石です。三州殿です。史跡千住の池です。神社の御手洗川の清流が入り込む池で、池の底は浜松の近くの海に続くと言われ、そこから千住の名前がついたと言われます。そばの千住社です。ご祭神は不詳とのことです。旧中山道と旧甲州街道の合流地点にいます。中山道に入ります。本陣です。今井育子文学館があります。入ってみます。今井育子さんは島木赤彦の弟子で、女性だけの短歌結社、飛鳥社を主催した荒らぎ派の歌人です。2階で育子さんの資料を展示しています。建物は江戸時代、茶屋を営んでいた育子さんのご実家を復元したもので、飛鳥の編集所としても使われていたそうです。短歌の湯とあります。お湯は熱かったです。温泉のある町に住むのは夢です。
中山道55里塚跡とあります。また素敵なマンホールを見つけました。晴宮の神楽殿前です。若宮社と一の御柱です。晴宮一の御柱は長さ17メートル、直径1メートルのもみの木です。下社秋宮にも同じような幣拝殿と左右片拝殿がありますが、秋宮は立川流、晴宮は大隈流という流派の異なる宮大工によって同じ絵図面で技を競うように建てられたそうです。彫刻が見事です。諏訪大社の本宮、晴宮、秋宮は本殿を持たない諏訪造りと言われる独特の様式があり、幣拝殿と左右片拝殿のみで本殿を持たない諏訪造りと言われる独特の様式があり、いずれも国の重要文化財に指定されています。神楽殿です。下社秋宮と同様に正面に飾られる大きなしめ縄が印象的です。空き缶を利用した素敵なものを見かけました。下諏訪駅です。展示コーナーがあったので、電車を待つ間覗かせてもらっています。足が痛むので少しこちらで休憩していきます。諏訪五蔵に行こうと思います。徒歩で上諏訪駅から15分ほどです。行くまでに寄り道をするとお寺や神社がたくさんあります。こちらは八剣神社です。素晴らしい達筆のような気がします。諏訪五蔵の一つ、横笛さんです。ますみさんです。国道の反対側に倉庫が見えます。入ってみましょう。書籍がたくさんあります。お店の中はとても広くておしゃれです。見て回るのが楽しいです。日本にさえ住んでいれば何でも買えるのにって思ってしまいます。残念。せめて日本の家族に何か買っていこうかなと考え中です。さて、試飲はどうしましょうか。やるかどうかを悩んでいます。500円で4種選べます。1カップで 20cc ほどだと思うんですが、合わせると 80cc。私としては大変な量です。一人でちゃんとホテルに帰らなければなりません。でもやることにしました。立ちながら中庭を見つつのシーンです。どれも美味しかったです。途中でお姉さんが甘酒を加えてくれました。感想は良かったです。グラスもお土産につけていただけましたし、フラフラですけど。霊神さんです。こちらではお土産を買っていくことにしました。ホテルに戻ってきました。酔ってたんでしょうか。部屋の写真を一通り撮るはずだったのに、これだけしか撮っていませんでした。こちらが霊神さんで買ってきたお酒です。夕飯ですが、竹谷味噌から必勝味噌と、近くのスーパーから長野の新鮮なレタスとロースハム、そして釜揚げしらす丼です。食べたら寝ます。
翌朝です。また雨です。2日に1回、曇りか雨のような気がします。ホテルの温泉に入ってきたところです。ホテルの朝食です。素朴で大変美味しかったです。家で朝からこれだけのものを作るなんてありえないですからね。やっと東京に帰れます。好きでやっている一人旅ですが、なんだか修行に近くなってきました。昨日もかなり歩いたため、昨晩は爆睡でした。上諏訪駅です。この5つのコモダルもここで見納めです。電車を待つ時間を利用して足湯に入ってきました。日本の旅は楽しいです。足湯の外側の蛇口ですが、こちらも温泉の湯です。ありがたいです。最後までご視聴ありがとうございました。